うでもいいな。それぐらい過酷な経験をしたので、はい。ちょっとやそっとじゃ全然びくともしません。ああ。ホワイト企業の方が危険っちゃ危険だな。うんうん。こんにちは、マンジです。このチャンネルでは今の時代に通用する組織づくり、育成術など役に立つ内容をお話ししています。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。本日もお願いします。今日ちょっとモン社長にお話ししたいのがですね、ゆるブラック企業って言葉ご存知ですか？どうでもいいな。僕もなんか最近聞いたんですけど、はい、ゆるブラック企業っていう一見ホワイト企業に見えるのに実は危険だっていう言葉の意味らしいんですけどこのゆるブラック企業についてちょっと今日は深掘っていきたいなと思っていて、その辺のちょっとブラック企業とホワイト企業とゆるブラック企業とみたいな、その辺のちょっとところをですね、モン社長の考えも含めてお伺いさせていただきたいなと思うんですけどもわかりました。はい、誰が決めとんねんみたいな話になるじゃないですか。はい、結局みんなないものねだりなんだなと思って、別にブラック企業だろうがゆるブラックだろうがホワイトだろうが別に何でもいいんですけど自分の成長っていう観点からすると、はい、僕の持論ではあんまり関係なくて、それが与えられるものじゃなくてやっぱ自分で取りに行くものだって意識をまず持たないといけないんですよ、ね。ああ、なるほど。これまたいつも言うんですけど、いいものも悪いものもはい、諸刃の剣なんだと。ブラック企業でも自分にとってはプラスなことがあるし、はい、マイナスなこともあると。ホワイト企業自体も自分にとってはいいところも悪いところもあると。ゆるブラックも結局一緒ですよねっていう話。捉え方次第なので、はい、どうでもええやんと、っていうのは結論なんですけど、はい、それぞれだからいいところ悪いところとか、どう考えていくのがいいのかっていうことを少しお話していくと、ブラック企業って何がブラック企業なのかっていうちょっとそれも問題なんですけど、はい、多分一般的には残業がすごいとか、本当にブラックなのは残業質が多いか少ないかではなくて、本来残業したんだったら残業代これぐらい払わなきゃいけないのに、それを超ごまかしまくって払わない。しかもそれも最初に聞いてないとか、約束を守ってないとか、定量的なものですよね、があまりにもおかしいところは、それはブラック企業なんだろうなと思うんですけど、でもこれいいところも実はあると思っていて、言うならば僕も前職はそういう定義で言ったらブラック企業なわけですよ。だけど得た経験でいいところはそれぐらい過酷な経験をしたので、ちょっとやそっとじゃ全然びくともしません。ブラック企業ってじゃあこういうことを言うんだなみたいなのを学べましたし、ブラック企業だったみたいなことを嘆くやつとか、それでも全然ポジティブに働いてるやつとか、結果を出すやつ出さないやつとかやっぱいろいろ見れたんで、だから全然いいところは僕にとってはいっぱいあって、勉強という意味ではものすごく良かったですよね。なるほど。ただやっぱりお前これおかしいだろみたいなところは結構あって、それも逆にその経験があるからおかしいだろうと思えるわけですね。なるほど。疑問は結構持てるわけですよね。それもよく考えたら学びっちゃ学びなんで、別に嫌だったらすぐやめりゃいいし、経験という意味では全然いいんですよ。あとはやっぱり体制がつくですよね。ストレス耐性とか、当たり前の基準が、例えばですけど、残業というじゃあ観点で考えた時も、残業はないのはここだとしたら、ホワイトはここですと。でもブラックは残業あるんでここですって言ったら、ある意味ですよ、こっからここの振り幅は経験してるんで、わかるわけですよね。そしたらちょっと残業があるぐらいの会社に行ったところで、別になんてことないわけですよ。こういうやっぱり当たり前、ここの当たり前を知ってるから、ここ全然何とも思わない。別に気にすることもないみたいな。体制もそもそも何も別にストレスにも感じないみたいな。だけどホワイト企業で働いて残業はないとするじゃないですか。そうすると残業ないことになれるんで、これが当たり前だと思うわけですよね。ちょっとでも残業するとこ行くと、うわ最悪だみたいな、当たり前が基準値作りみたいな。これが結構リスクになる時あるんですよね。でも確かにそれはわかります。なんかすごく個人の成長とか体制という観点からすると、ホワイト企業の方が危険っちゃ危険だなと。残業ないのが当たり前、目標ノルマないのが当たり前、人間関係いいのが当たり前、セク
クハラパワハラとか思うようなことも一切ないのが当たり前、みたいになりすぎると、ちょっとでも悪いことがあると、すぐはぁってなるんですよ。ある意味言い方悪いけど、すんごい悪いところ見てると、全然気にもしないというか、体勢がすごいつく。確かに確かに、それはちょっと大きいですよね。体勢がついてる人とついてない人の精神的な部分で言うと、当たり前の基準をどう持つかっていうのは結構大事で、僕よく言うんですけど、当たり前の基準値がここに一般的に言うのがこだとするじゃないですか。でもここを経験すると、これをやっぱり良くしたいと思ったりとかして、やっていってここまで上がったみたいなことあり得るんですよね。上下が激しいんですよ。広いんですけど、でもここを知ってるからこの状態でもいいと思えるんですね。で、いい子だったらなおいいと思うんですよ。でもここ下を知らない人はここが基準になるんで、ちょっとでも下がると嫌だってなって、今度上がるのもちょっとしかないんですよ。当たり前の基準があるんで。なるほど。ずっとやってると当たり前の基準が実はこう上がってるんですよ。当たり前の基準どんどん上がってくるんですよ。そうするとやっぱりちょっとでも不満が言いやすくなるというか、体勢がなくなるんですよね。いざ頑張ろうと思った時に頑張れなかったりとか、いざそういう境遇が来た時にもすぐテンションダウンしたりとか、だからそう体勢はすごい弱くなりますよね。なるほどですね。ゆるブラック企業はワークライフバランスを取りやすい点が最大のメリットみたいな感じで言われてるみたいなんですけど、ここはどうですか？それもなんかどうでもいいというか、ちょっと違う言い方をすると、バランス取りたい時もあるし、仕事に偏りたい時もあるし、家庭に偏りたい時もあると思うんですよ。それをだからバランスって言うんだよって言われたらそうなんですけど、どっちかでもないんですよね。正直若い時は別にライブのこと考える、プライベートのことを別にそんなに忙しくなかったりするわけですよ。臨機応変にやればいいんじゃないかなと思うんですけどね。なるほどですね。ありがとうございます。それ以外にもですね、ゆるブラック企業で働くメリットみたいなのが何個かあるらしくて、ワークライフバランスが充実してるからプライベートな時間を確保できるとか。あえてですよ。逆説的に喋ると、例えばじゃあ大学行っていて新卒で入りましたと、ゆるブラックでしたと。この20代前半まだいいんですよ。なんでかって遊ぶ友達がいるから。みんなも単身だし、時間あるし遊べるんですよ。夜も飲みに行けるんですよ。でもどんどん年を取るにつれてみんな結婚しました、子供を産みました、優先が家族になりますとか、どんどんそう仕事での仲間との付き合いも増えていったり、人脈が増えていったりとかすると、学生時代の友達って付き合う人を結構絞っていくんですよ、実際ね。確かに絞られていくじゃないですか。そうですね。そうすると最初はいいんですけど、30とか35とか40とかになった時に仕事でとかビジネスにおいての共通の話題みたいな友人とかが結構減って、できないから。だって適当にやってるんでしょと。できないんですよね。そうすると過去の友達っつってももうみんな家族優先になったりとか、子供優先になったりとかするんで、あんま遊ぶ時間もないんですよ。結構寂しい人生になっちゃう可能性はあるんですよね。確かに。仕事頑張ってる人はやっぱり頑張ってる人同士で仲良くなるし、仕事の手を抜く人は手を抜く人で仲良くなっちゃうし、そういう人がいればまあいいのかもわかんないですけど、本当に自分の可能性の選択肢を狭める可能性がありますよね。さっき言った体制がないんで、ゆるブラック企業がいいかどうか置いといて、本来は成長はブラックだろうがホワイトだろうがゆるブラックだろうが、成長するっていうことに関しては自分が努力をすればいいだけだから、ホワイト企業に行ってどうしても残業ができないんだったら、自分で就業後に勉強の時間とか、仕事においての学びとかやっちゃえばいい話だし、それは自分がやるかやらないかだし、ブラック企業にいたとしても実際は大変なんだけど、その中で学べることがあるから、それを学ぼうと努力すればいいし、仮にゆるブラックで働いたとしてもホワイト企業とまあ似てる感じなんで、自分で努力したら別に成長はできるんですよ。飛び込んでいけば、自分でやっぱ意思を持って飛び込んでいけないとか、チャレンジができない人は、ゆるブラックに行くとやらないことがノーマルになっちゃうんで、その自分の中での当たり前は結構将来の選択肢を狭める可能性があるなと思うんですよね。なるほど、間違いないですね。与えられるものではなく取りに行くものっていうふうにおっしゃってたと思うんですけど、具体的に取りに行くっていうのはどういうニュアンス？成長したいと思ったらですよ、自分でその機会を取りに行けばいいんで、例えば今言ったように就業時間は残業できないんだけれども、別にその後の時間を使って自分の知識とかスキルを高めるってこと
ことは自分の努力でできるじゃないですか。うんうん、自分でするかしないかですよ、うん、自分で取りに行くか取りに行かないかですよね。自分のビジネススキルとか知識、人脈とかを取りに行こうと思って、はい、自分が欲しいとかあったらいいなと思うようなものを持っている人に会えるようにアタックしていけばいいし、もっと言うと究極はこんなこと言ったら怒られるかもしれないですけど、別に仕事持ち帰っちゃうわけですよ、ね。それを別に残業と申請しなければいいし、確かに逆に言うと分からないように家でもできることを作ればいいし、本読むでもいいし、ビジネスセミナーに行くでもいいし、聞きに行くでもいいし、自分でできることって無限にありますよね。それをやるかやらないかが自分で取りに行くか取りに行かないかの話なんで、なるほど。これがホワイト企業だろうがブラック企業だろうがあんま関係ないですよ。確かに確かに。僕がちょっと前述でお話ししたブラック企業は優秀でとかホワイト企業は実は危険でっていうそういうお考えはないってことですよね。ないですね。見方によってですよね。ブラック企業に行ったら得られるものをとか学べることを良しとする人からしたら、ブラック企業が優秀というか、いいねってなりますし、ホワイト企業で失うもの、得られるものを考えたときに失うものが大きいなと思う人は危険だと。それは人の価値観だから優秀か危険かっていうのはどっちでもいいんですけど、もう一個言うとその事実としてですよ。いろんな人と会いますけど、いろんな人知ってますけど、ブラック企業で働いてたから、ホワイト企業で働いてたから、その後成功するか失敗するかは全く関係ないってことですよね。その人によるって話だから。だから大体うまくいってる人は、ブラック企業出身でも、いやー、ブラック企業だったよね、あれね、はーって笑いながら、でもこういうこと学べたよねとか、こういう体制ついてよねとかって言ってる人がほとんどですし、ホワイト企業で働いてた人も、逆にホワイト企業だったから、世の中の大企業はこういうものなんだとかって学べたし、とか、逆に言うと、時間があったからこういう勉強したし、こういうところに飛び込んでいったし、とか、要はいいことばっかり話すわけですよ。成功してる人はね。結論そう、ブラックだったからホワイトだったから成功するしないとかないってことなんで。ってことですよね。だからもう、極論、ブラック企業とかホワイト企業とかっていうのはもう、なんか多責なんですかね。そう言ったらそうですね。なるほど。やっぱり見方ですよね。ホワイトだった、ブラックだった、イエルブラックだったとかではなくて、冷静に考えて、じゃあブラックってこういうことかとか、イエルブラックってこうかとか、ホワイトってこうなんだなっていう中で理解をして、その中で自分が知識とか能力を高めるために何ができるかなと、前向きに考えないと、結局いつまで経ってもないものねだりしたり、与えられるの待ってたりしちゃったら、結果どっちにいようと、成長速度が遅いし、うまくいく可能性はかなり減っていくっていうことですよね。なるほど。貴重なお話ありがとうございます。ゆるブラック、ホワイトとかは根本には関係ないと。自分がそれぞれのいいところ悪いところをちゃんと理解してどう生かしていくかと。与えられるものではなくて取りに行くという考えを持ってやっていくことっていうのが重要なので、どういう企業がいいかなっていうふうに選ぶときには実態がどうなんだろうっていうのはやっぱりちゃんと自分のその今のフェーズだったりとか理想をちゃんと定義して会社を選んでいけばいいんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。皆様からいただくいいねやコメントはいつも見ていて励みになっています。この動画が気に入ったらぜひいいねやコメントをお願いします。